やあみんな、ジュークだよ。今回はソニーのヘッドホン MDR-1RBT のヘッドバンドとイヤーパッドを交換していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。これが今回修理するヘッドホンだ。音はちゃんと出るのだけど、見た目はかなりボロボロだ。早速イヤーパッドを外していこう。イヤーパッドはヘッドホンにある溝に引っかかっているだけだから、引っ張れば外れる。作業中にスピーカー部分にゴミが入ると嫌だから養生しよう。と、その前に余談だけど、ヘッドホンの左側にある内側4本のネジを外すとバッテリーにアクセスできる。だからイヤーパッド交換の際にバッテリーを交換してしまうのもありだ。今回のヘッドホンのバッテリーには SP70A と書いてあった。バッテリー選定の参考になれば幸いだ。今回は元に戻してと。ヘッドホンからヘッドバンドを外すには、まず両端の部品を外す必要がある。これを外していこう。ヘッドバンドには両面テープがついているから、テープごとヘッドバンドを外す。そうしたらリッパーでバンドの縫い目をほどいてやる。後でこのバンドの寸法を測る必要があるので、丁寧にほどいてやろう。布地を引っ張りながら出てくる糸を切っていこう。これでヘッドバンドを剥がすことができる。外した部品をなくさないようにヘッドホンにつけておこう。剥がしたヘッドバンドを分解しよう。リッパーでチクチクと根気のいる作業だ。ヘッドバンドを分解したらアイロンをかけよう。この時ボロボロになった皮の部分が剥がれてくっつくので、アイロン台などにはウエスを敷いておくといい。
ヘッドバンドを採寸しよう。採寸したヘッドバンドはこんな感じだった。詳細な寸法は一時停止して確認してみてくれ。このヘッドバンドをこんな感じにしてやる。長さは変えずに縫い代を3ミリから5ミリへ変更。ヘッドバンド上側を2つに分割する。方針が決まったら型紙を起こそう。型紙は何でもいいのだけど工作用紙を使用している。型紙を毛がいて切っていく。型紙ができたら布地に取り掛かる。今回は多めに3セット分作っているよ。なんでかって？そりゃ大抵この後の縫製で失敗するからさ。ヘッドバンドの短い方の布に縫い代を毛がいて、布地を合わせて固定する。布地をミシンで縫っていく。初めてだとミシンをまっすぐ縫っていくのは結構難しい。だから多少曲がってもいいように縫い代を5ミリ取っておく必要があるんだ。同様に反対側も生地を合わせて縫っていく。こんな感じに縫い上がるはずだ。これにアイロンをかけていこう。まずはさっき縫ったところを開くようにアイロンをかける。縫った2箇所を同じようにアイロンをかけよう。縫い目を開いたらバンドの上下を5ミリ折る。アイロン定規があるとやりやすい。定規がない場合は折り目を毛がいてそれに沿って折り込んでいく。
最終的にこんな形になれば OK だ。ヘッドバンドを縫う前に両端の部品を外しておこう。いよいよヘッドバンドをヘッドホンにつけていくよ。コツというものはないのだけど、最初は縫うことに集中しよう。バンドの位置は後で調整できるからね。ここではヘッドバンドを縫うのにこの字と字というものを採用している。詳細は YouTube でこの字と字やこの字祭りで検索して調べてみよう。この動画は黒い生地に黒い糸を使用しているから分かりにくい。折り目に沿ってチクチク縫っていくよ。縫いながら少しずつ生地をヘッドバンドに合わせていこう。縫い終わったらバンドの位置を調整していく。最後に両端を固定する。両面テープはバンドを縫う前に貼っておいた方が楽だ。糸を処理して外した両端の部品をつけていく。
これでヘッドバンドが交換できた。次に交換するイヤーパッドの紹介だ。今回はヤクシーのイヤーパッド ST パッド4ソニーをチョイスした。動画の概要欄に商品のリンクを貼っておくので確認してみてほしい。イヤーパッドをつけていこう。まずはパッドのひだを伸ばしてやる。次にパッドのひだをヘッドホンの溝に差し込むように取り付ける。あとはパッドのひだでヘッドホンを覆うようにかぶせてやる。パッドの位置を微調整してひだをヘッドホンの溝へ入れていく。反対側も同様の手順で取り付けてやる。完成。ここからはおまけだ。今回は図の上側のようにバンドを作った後に気づいたのだけど、多分図の下側のように縫った方が綺麗に仕上がるかもしれない。ただ違う長さの布を合わせて縫うから縫製の難易度は高くなると思う。さあ、今回の MDR-1RBT の修理はどうだったかな？ヘッドバンドとイヤーパッドの交換は他のヘッドホンにも応用できると思うから参考になったら嬉しいな。じゃあまたね。